おはいえなし。アークナイツエンドフィールドのあまたあるコンテンツ、何を目標にどんな順で何をやればいいのか、超初心者向けに解説します。動画の構成としては、当面の目標、その目標達成までの進め方、目標達成した後はどうすんの、この3つを順番にご紹介します。コンテンツが多すぎて何すりゃいいかよくわからんって人が、これ聞き終わった後に OK、なんとなく全容見えたわってなれば幸いです。早速参りましょう。まずは目標から、結論から言うと4つ。メインクエを最新まで進める、修正工業システムを稼働させっぱにする、キャラを4人分レベル90にする、キャラに4人分金装備をつける。まずはこの4つを目標にするのがおすすめです。メインクエはまあ言わずもがな、これを最新まで進めないと2も3も4も進められません。要するに全部詰まります。なんとしてもまずはメインクエを最新まで進めましょう。これはスタートアップ動画のおさらいですが、メインクエを最新まで進めるには行動レベルが一定値以上必要で、その行動レベルを上げるには多くの場合理性の消費が必要で、その理性を貯めるには時間経過のほか、理性回復剤や天元原石というアイテムを使うことでも理性を回復させられます。理性回復剤は後に取っとけ派もいますが、私はメインクエ最新まで進めるまでは理性回復剤は全力消費派です。でもっと言うと、天元原石はガチャ石用アイテムにもなるので理性回復に使うのはもってのほかという意見はそれ以上に多いんですけれども、私は結構過激派で、こっちも同様にメインクエ最新まで追いつくまではチャキチャキ進めたいのであれば天元原石すら理性回復に使っていいと思っています。なぜなら繰り返しなんですけど、メインクエを最新まで進めてないとほぼ全ての進行のボトルネックになるからです。まずはメインクエを進めましょう。続いての目標、修正工業システムを稼働させっぱにする。今度はこっちの動画のおさらいですが、修正工業システムって何だったかというと、一言で言うと全自動素材集め製品作りシステムです。なので修正工業システムを稼働させっぱにするっていうのは、全自動で素材集めとそれによる製品製作がなされるような生産ラインを作っとくという意味です。この動画投稿時点で4号家地で4箇所、ブリオで2箇所、修正工業システムを動かせるエリアがあり、ここらで製品作りまくって地域建設に蓄積され続ける取引権を溢れさせることなくかっぱらい続けるようにするのが修正工業システムの一つの目標になります。じゃあ取引権かっぱらって何が嬉しいんだっけっていうと、一言で言えば全部嬉しくて、ガチャチケットやら金やら装備やらキャラへのプレゼントアイテムやら様々なアイテムに引き換えられます。取引権をかっぱらい続けるぐらい生産するにはどうすればいいのかっていうのは、ネタバレしない程度にこっちの動画で考え方をガイドしているので参考にしていただければ。考え方なんかいいから答えだけよこせっていう方はググってもらえればゴロゴロ出てくると思いますが、私のチャンネルでも答えに特化した動画を作成予定なのでごひいきに。目標2つ目、修正工業システムを稼働させっぱにするは以上です。目標3つ目のキャラ4人をレベル90にする、これはまあ分かりやすいですよね。高難易度コンテンツやるにしても、まずは少なくとも1パーティー4人分強くないとどうしようもないし、別に普通のコンテンツやるにもキャラが強い方が周回効率も良くなるので、素直に最大レベル90まで上げましょう。ただ1点注意事項があって、このゲームレベル80から90に上げるための必要経験値だけとんでもなく多いです。なのでメインアタッカーはレベル90推奨ですが、その他のキャラについてはレベル80にとどめ、先にスキルとか武器とか他に理性消費しないと強化できないやつを強化してから最後にメインアタッカー以外のレベルを上げるのがおすすめです。90まで上げるには探索レベルを6まで上げる必要があるので、まずはそれがサブ目標になると思いきや、メインクエを進める過程で合わせて発生する試練任務をクリアしてさえすれば探索レベルは勝手に上がってるはずなので、あんま気にしなくていいはずです。それと項目にはしませんでしたが、キャラのレベルアップの他にも戦闘スキルのレベルアップと素質スキルの解放もやりましょう。ここにある能力値強化も重要ですが、そのためにはキャラの好感度を上げる必要があります。好感度はプレゼントによって上がるほか、もっと楽なおすすめの方法があるので後ほど。目標4つ目のキャラ4人分金装備にするってのも同じで、キャラを強くするためにこの動画投稿時点で最強装備である金レアリティの装備を揃えようっていう話。金装備は無料エリアの修正工業システムを稼働させれば入手できます。意外と簡単に作れちゃう上、金装備かそうじゃないかでキャラの強さがだいぶ変わるので、作れるようになった時点でさっさと作っちゃいましょう。ちなみに金装備を装備するためにはキャラのレベルは90である必要はなくて、レベル60での昇進3を行った後、装備適正のスキルを解放するだけで金装備ができるようになるのでお間違いなく。ちなみに金装備って言ってるのは防具の方で、武器の方についてはまあそれは星6の武器の方が強いっちゃ強いんですけれども、こっちは課金が絡む話なので割愛します。各自の課金方針に合わせていい感じの武器を調達して装備しましょう。以上目標4点、メインクエ進める、修正工業システム稼働させっぱ、キャラ4人レベル90&金装備、これらを達成できるとあとはやり込み要素かって感じになるので、何をやればいいやらって人はこれを参考にしてもらえればと思います。では続いてその目標めがけて何をどういう順番でやればいいのか一例をご紹介します。メインクエ最新に追いつくまでと追いついた後の2段階に分けてご紹介します。まずメインクエ最新に追いつくまでですが、アクションとしては大きく4つ。メインクエを極力進める、行動レベル制限で進められなくなったら行動レベルを上げるために理性消費コンテンツをやる、あるいはマップを探索する、行動レベルが上がったらまたメインクエをやる、そしてこの間ほったらかしても製品が製造されるよう修正
工業システムを稼働させる、この4本柱で進めることになります。まずメインクエについては別に追加で言うことないんですが、あえて付け足すならメニューの任務から見られるクエストのうち重要カテゴリーの中に新しいやつ解放されるよって歌われてるやつはやっとくといいでしょう。マストじゃないんですけど、これから画面で説明するコンテンツがあれプレイできないんだけどって思ったら、大体この前提クエストやってないのが原因だと思うので、って思ったらこれを疑いましょう。続いて理性を消費するコンテンツって何があったかっていうと、人材育成やら帰郷再現やら色々ありますが、さっき言った通りまずはキャラレベル90が先決なので、脇目を振らず人材育成の経験値をやれば OK です。で、昇進するときに昇進素材が足りねえってなったら昇進素材をやればいいし、スキルを上げるためのアイテムや金が足りねえってなればスキル強化ですとか通貨をやればいいし、場当たり的で問題ないので、とにかく理性を溢れさせずに消費することだけを考えましょう。一方で武器レベル上げの方ですが、同様に武器強化のコンテンツをやればいいんですが、そのキャラのモチーフ武器を得ているならまだしも、とりあえず間に合わせの武器を装備している場合も多いと思うので、武器よりはキャラのレベル上げを優先させましょう。人材育成、武器強化以外のなんやらかんやらなコンテンツは後ほどご紹介します。またここでついでに言及しちゃいますが、メニューの案内状から行けるデイリーをこなすのも行動レベルを上げるためにはめっちゃ効率がいいです。理性を消費させずに行動レベルを上げられる貴重な手段なので、メインクエ追いつくまでは欠かさずやりましょう。なお、どの項目を使ってデイリーを消化するのがおすすめかというと、協力任務を1回完了させる、これがおすすめです。一見だるそうに見えてめっちゃ楽なんで、ログイン時に得られる20ポイントとともにこれやって手早く100ポイントにしちゃいましょう。最後少し脱線しましたが、行動レベル上げるための理性消費コンテンツは以上です。続いてマップ探索、一応項目としては上げましたが、ぶっちゃけ優先度は高くありません。というのも行動レベルを上げるという目的だけで見れば、理性を消費するコンテンツだったり、今紹介したデイリーやる方がずっと効率がいいからです。マップには資源回収所やら宮殿端末やら希少採取物やら、急にパズルを強いてくる壊れかけの機械やら色々ありますが、面倒ならメインクエクリアまでは無視して OK です。ただし2つほど補足。1つ目、密集鉱物スポットへの電動採掘機設置と協約測定装置の開放だけは次に紹介する修正工業システムをやるためにある程度やっとく必要があります。なのでマップ探索完全にいらんってわけではありません。で、もっと細かい話を付け足すなら、資源回収所、保管ボックス、商品取引システム、この3つは開放するなりレベルアップするなりで地域建設レベルというレベルが上がり、地域建設レベルが上がると鉱物の採取量が増えます。つまり修正工業システムでの生産効率が上がります。一回触れば済む話なので開放はやっときましょう。2つ目、希少採取物について、希少採取物、希少鉱物エリアからは1日1回キャラや武器の突破素材を回収できます。この回収、多くの攻略記事、動画で欠かさずやっとけと言われているんですけれども、正直私は欠かさずやっとく必要性を未だに見出しきれていません。少なくとも4人のレベルを90まで上げるだけに際しては、突破素材必要じゃんってなった時点で必要な分だけ集めに行くで十分事足りてます。事足りてるっていうか、突破素材以外の成長素材がカツカツなので一気に突破素材が必要になるシーンがないっていう言い方の方が正確です。マップにジップライン設置して効率的に回収するルートを確立しないと希少アイテム集めはめちゃくちゃめんどくさいので、さっき言った協約転送ポイントの開放とか密集鉱物スポットに電動採掘機設置する道中にあれば取りに行くぐらいのノリで良いと思うのでご参考まで。結論まとめるとこんな感じです。マップ探索については以上です。最後に修正工業システムの稼働ですが、修正工業エリアが開放された時点でさっき言った通り拠点管理に蓄積されていく取引権を溢れさせずにかっぱらえるぐらいには製品を生産できるようにしといた方が良いです。なぜならこの取引権、もし本作をエンドコンテンツまでやろう、そのためにキャラはしっかり強化しようと思うんだったら無限と言っていいぐらい使いまくるためです。メインクエが進むということは探索エリアが広がる、ひいては密集鉱物スポットも増える、ひいては資源の採取量が増える、ひいては修正工業システムでの生産量も上げられるっていうことなので、多少面倒でもメインクエを進める傍ら修正工業システムもどんどん拡充していきましょう。ちなみに私はアホなので4号家地に3カ所あるサブ協約コアへの寄り道が遅れて開放が遅くなりました。家地通路、原石研究パーク、エネルギー高地にあるサブ協約コアはメインクエで到着次第早めに開放しておきましょう。また取引権の蓄積スピードが上がる2つのイベントについてもできるようになり次第早めにやっておきましょう。2つのイベントって何かというと、1つ目は拠点発展値がマックスになった時に発生する拠点発展段階を上げるためのクエスト自体は数分で終わるのでさっさとやりましょう。もう1つはサブ協約コアへの襲撃に対する迎撃、マシンだけで撃退する自動作戦でクリアすると、こちらも取引権の生産効率が永続的に上がるので、界隈の攻略情報なんかも参考に最優先でやりましょう。以上、メインクエ追いつくまでにやることをまとめると、基本はメインクエ最優先、行動レベルの制限でメインクエ進められなくなったら協約空間の人材育成とかで理性を消費したりデイリーをやって経験値を貯めて行動レベルを上げましょう。マップ探索は密集鉱物スポットに採掘機を置くのとバルーン開放以外はほどほどで OK です。メインクエ進めると鉱石の採取量が増えたりサブ協約コアが開放されて工業エリアが増やせるので、修正工業システムを
随時アップデートして拠点管理から取引権をかっぱらえるようにしとく。取引権の蓄積スピードを上げるためにも拠点発展段階を上げるクエと自動作戦による迎撃はさっさとやっておく。こんな感じです。ここまでがメインクエ追いつくまでにやることのまとめでした。で、ここからがメインクエ追いついた後に何をやればいいかって話。まず冒頭挙げた目標、つまりメインクエを最新まで進める、修正工業システムを稼働させっぱにする、キャラを4人分レベル90にする、キャラに4人分金装備をつける。このうち終わってないやつがあれば終わらせにかかりましょう。特にこのゲーム成長に必要な素材量がえぐいので、多くの人はメインクエ終わった時点で4人分のキャラと武器がレベル90に到達してないはずなので、当面はそのレベル上げが目標になります。さっき説明できてなかったんですが、あるタイミングからキャラのレベルを突破するのに希少育成素材というアイテムが必要になります。これは協約空間の上級人材育成から獲得できます。上級人材育成をいつかやらなきゃいけないと構える必要はなくて、何も考えずレベル上げとか突破しようとして必要と言われたアイテムの入手手段を都度確認してそのコンテンツをやればいいだけの話です。これらをやってレベルを上げましょう。ではキャラや武器レベルも上げきって修正工業もまあまあ稼働して、今回提案した目標は達成したわってなったら、次は何のコンテンツが候補になるのか。コンテンツを大きく分けると、キャラをもっと強くするためのコンテンツ、強くしたキャラを元にやる高難易度コンテンツ、この2種類があります。強くした先に何があるのか知った方がモチベも上がると思うので先にそっちからいきますが、現在本作に実装されている高難易度コンテンツは1つだけで、それが映像の記念碑。ノーマルとハードの2種類があり、ハードがむずいです。ただノーマルもハードも報酬は大したことないので完全にチャレンジコンテンツの位置づけ。じゃあこれに挑むためキャラをさらに強化するにはどんな手段があるのかっていうと、大きくは3つ。1つはスキル特化。キャラのレベルを90にしてスキルを最大ランクまで上げると、さらにスキルを3段階まで強化できます。強化にはいくつかアイテムが必要ですが、そのうちの存続の痕跡というレアアイテムがネックで、入手手段としては通行証レベルを上げる、ガチャで得られる保証廃棄を元に交換するなど限られた手段でしか入手できません。強化幅が大きいのでアタッカー優先に早めに強化しましょう。強化方法2つ目、武器への気質の装備。武器に気質という物質を装備することで武器をさらに強化できます。じゃあ気質自体はどう獲得するのかというと、この超域活性点というコンテンツなんですが、気質に関するシステムはおそらく本作で一番ややこしいシステムなので、コンテンツを外観するためのこの動画上はこれ以上立ち入らないことにします。興味があったら調べてください。強化方法3つ目、防具の精密加工。武器に気質を装備することで強化できるのと同様、防具も精密加工を行うことで強化ができます。こっちは仕組み自体はシンプルで、ざっくり言うと同じ部位の装備プラス武量加工強化剤を消費することで一定確率で強化ができます。武量加工強化剤がくせ者で、これは武量の商品取引から購入できますがバカ高いですが、ここからしか買えないので頑張って買いましょう。さっきエンドコンテンツをやるには取引権が無限と言っていいほど必要と言いましたが、そのうちの一つがこいつのことです。なので繰り返しですが、修正工業システムを稼働させて取引権を取り続ける重要性は高いということですね。以上まとめると、メインクエクリア後は唯一の高難易度コンテンツの映像の記念碑のハードモードに挑戦するのが一つの目標。そのためにキャラや武器のレベルを強化しきったら、スキル特化、武器への気質の装備、防具の精密加工、これらをしてキャラをさらに強くしましょう。こんな感じの目標と行動計画になります。このゲーム結局何を目標にいつ何すればいいのという動画のテーマに対しては回答しきりました。最後におまけでここまでで触れられなかったコンテンツを順不動で簡単に紹介します。おまけに持ってきてるぐらいなんで、やりたい人はやればいいんじゃねってやつばっかなんですが、一応紹介。まずはメニューのイベントからいけるウィークリークエスト。その名の通りウィークリーコンテンツですが、全部こなして報酬がガチャ石1回分プラスアルファなので、個人的にはって感じ。密教の探索者、パズル的な探索ゲームです。面白いかっていうとまあまあなんですが、スキル特化に使う存続の痕跡が手に入る貴重なイベントなので推奨。食像探索、いわゆるローグライク的な戦闘探索コンテンツです。正直に言うと単調であんまり評判が良くない上、報酬も美味しいわけではないので個人的にはあまりお勧めしません。秘境再現、レベルが上がったストーリーボスと再戦するコンテンツです。ただボスの攻撃パターンがそんな増えるわけでもなく、そして報酬は先ほど挙げた秘境演習と被っているので、理性を消費せずに報酬が得られる初回以外はそこまで積極的にやるものではない印象です。 D ジャンゴ全般ちまちまやっているとちまちま成長素材が手に入りますが、ちまちまが過ぎるので正直やりたければやればって印象です。ただ1個だけ気にしとくといいかなってやつがあって、 D ジャンゴの式中枢に配属したキャラは徐々にそのキャラの信頼度が上昇していきます。信頼度が上がると何が嬉しいかっていうと、信頼度を上げることで初めて一部パラメーターを上げられるので、そのキャラが強くなります。意外とこの強化量がバカにならなくて、レイバテインの場合信頼値を100まで上げられると知性をさらに60まで増やせます。つまり攻撃力がプラス 30% 上がります。信頼度を上げるためにプレゼントを使おうとすると結構めんどくさいので、式中枢に配備して放置するって言ったら身も蓋もない表現なんですけど、そうやって信頼度を上げるのは結構楽なので、ここだけは気に留めておくことをお勧めします。地域建設の保管ボックスのレベル上
上げることで修正工業システムで作る製品の保管容量を増やしたり、あるいは荷物を配達することで追加の取引権が入手できるってやつです。保管容量が多いとそれだけ修正工業システムを放置できるようになるので、保管ボックスのレベル上げは優先して行いましょう。一方でパッキングについては外部委託してしまうことでほとんど労せず取引権が手に入るので、序盤から中盤は積極的にやっとくといいんですが、ある程度修正工業システムが円熟してくると相対的にパッキングで手に入る取引権の量が見劣りしてくるので、報酬に物足りなさを感じてきたら無視するのはありです。商品取引、特定の商品を安い時に購入し高い時に売ることで取引権を入手可能です。それだけ聞くと株っぽく聞こえますが、同じ時間で自分が100円で買ったものがフレンドの D ジャンゴへ訪問すると500円で売れたりするのでかなり美味しい。修正工業システムの発展に伴って相対的に見劣りするのはパッキングと同じですが、ただパッキングよりもさらに手軽で稼げるので、このおまけパートの中では一番おすすめです。手順はググるか今表示してるやつを参考にしてください。地域建設の環境計測、ブリオの方にだけあるコンテンツです。これも2日に1回任務が追加されるので、それをやると取引権が手に入るってやつ。これもパッキングと全く同じで、ブリオ序盤は取引権の貴重な入手手段なんですが、徐々に見劣りしてくるので適度に付き合いましょう。栽培、修正工業システムでの生産とは別に手動で水やりとかすることでもアイテムを栽培可能です。こっちの栽培で取れるレア植物でしか作れないレシピとかあるので、エンドコンテンツに向けて準備するといいと言いたいところなんですが、さっき紹介した映像の記念碑のハードモードは戦闘中の食事が不可なので、この栽培もちょっとなーって感じ。最後にマップ探索全般、メインクエクリアまでは無視で OK って言ったやつです。オーリレンや資源箱の回収なり、宮殿端末への給電なり、資源回収所からの D ジャンゴレベルアップ素材の回収なり、デルタロボットの修理ですね。報酬はビビたるもんなんで全部余力があればでいいと思います。コンテンツの紹介以上です。正直なこと言うと一人でやるゲームなんだし、好きなようにやれが本音なんですが、ただ新しいゲームやるときにやれることが多すぎると私は頭真っ白になっちゃうので、同じような方向けに一つの考え方をご紹介しました。やることに迷う初心者に対し、これ以外に伝えておいた方がいい目標はコンテンツがあれば、先輩管理人の方ぜひ補足ください。今後もアークナイツエンドフィールドを楽しむための情報を整理して共有しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化の際は X で速報します。そちらもフォロー何卒お告げなし。